明けましておめでとうございます。ホラムビです。お正月は家でゆっくり過ごしました。皆さんはしっかり休めましたか？さて、年末年始にかけてポピープレイタイムに関する情報が一気に公開されました。今回はその中からカウントダウンについての解説やちょっとした考察をしていきたいと思います。カウントダウン。まずは新年に向けて公開されたカウントダウンのイラストから見ていきます。今年も新年を迎えるにあたって複数のイラストが段階的に投稿されました。内容は同意の4から始まり、キャットナップ、マミー、そしてハギーの1まで合計で4枚です。制作者のアンバー氏も解説している通り、これら4枚のイラストを重ね合わせることで一つの巨大なポピーの花が完成します。タイトルはリフレクションズ、反射という意味です。イラストを明るくしてみると、実験体の手のひらと被験体となった孤児の手が重なっており、その手首にはそれぞれの実験体番号が書かれたリストバンドが装着されてます。これは鏡で反射した自分自身の姿を表現していて、孤児たちの血でポピーの花を描いていることがわかります。この血での表現から、これは孤児たちはポピーの花によってこのような実験体の姿になってしまった苦しみを象徴的に描いていると読み取れます。このリフレクション図で一つだけ気になる点があります。それがハギーワギーの被験体についてです。ハギーの被験体についてプレイケアの孤児であること自体は予測できましたが、名前や年齢などの詳細は公式にはこれまで一切明かされていませんでした。しかし描かれている手や指の大きさを見ると、同意の被験体である 1322C マシューとほぼ同じサイズ感であることがわかります。この点から考えると年齢はおよそ15歳前後ではないかと推測できます。さらにこのハギーの被験体だけに影が描かれています。同じ位置に描かれている同意の被験体たちにはなぜか影がありません。この影は今も生きていることを暗示させます。ゲーム内では同意、キャットナップ、マミーはすでに死亡しており、一方でハギーだけはまだ生きてる存在として描かれています。その構図と重ね合わせると、影の有無によって生と死の違いを示していると解釈することもできそうです。ハッピーニューイヤー。新年に投稿された文章には、明けましておめでとうございます。2026年が素晴らしいスタートを切れていることを願っています。チャプター5はいよいよ間近です。次に訪れる展開への準備はできていますか？とあります。ここで特に注目したいのは、チャプター5は間近ですという一文です。この表現は、実は去年の新年投稿でもほぼ同じ形で使われていました。去年の場合、この文章が投稿されてからおよそ1ヶ月後にチャプター4の発売が行われています。その流れを踏まえると、今回も同様に約1ヶ月前後でのリリースを想定している可能性は高いと考えられます。さらに、チャプター4の発売までの流れを整理してみます。チャプター4のファーストティザートレーラーが公開されたのは2024年9月30日です。この時点で1月に発売予定であることが告知されていました。そしてそこから約4ヶ月後の2025年1月30日にチャプター4の発売が行われています。この流れをチャプター5に当てはめてみます。チャプター5に関する最初の情報解禁はポピープレイタイム4周年記念の投稿でした。この投稿でメインビジュアルとともにチャプター5のロゴが初めて公開されています。この出来事が東部時間で2025年10月12日です。そこから約4ヶ月後を計算すると2026年2月中旬頃という日程が浮かび上がります。これは以前の動画で考察したチャプター5の発売時期とも近く、過去作と似たマーケティングの流れを踏まえると、発売日はやはり2026年2月15日になる可能性が高いと考えられます。ARG について、ここで多くのファンが気になっているであろう恒例となっている ARG についてです。このチャンネルでもこれまで何度も ARG の可能性について触れてきましたが、結論から言うと今回は ARG は来ないと考えています。誤解のないようにお伝えしておくと、これまで ARG について言及してきたのは根拠のない期待を煽るためではありません。あくまで公開されてきた情報をもとに可能性として整理してきたものです。過去の例を振り返ると ARG の示唆が見られた場面はいくつかありました。例えばフォートナイトクリエマップの資料に登場した奇妙なメモです。このメモには、このメモを持って来週の同じ時間に次のものを見つけろといった内容が書かれていました。そこから次の週に新たな情報が公開され、
現実世界とも連動した ARG が始まるのではないかという見方が生まれました。一見するとこのメモはローワンストール事件に関係し、ロクシーに食べさせるためにローワンをおびき寄せたものにも見えます。しかし劇場事件についての記述が含まれていることから、このメモは1993年以降のものであり、1991年に起きたローワン事件のものではないことがわかります。このように過去には ARG を連想させる示唆が何度か存在していました。しかしチャプター5に関しては、チャプター5は間近ですという文章が明確に出てきた段階で ARG は行われない可能性が高いと判断できます。必ず ARG が来るという決まりはありません。モブがファンを楽しませる手段の一つです。2025年はドクターの質疑応答から始まり、ピアノザウルスの1日、フォートナイトとのコラボで大量の資料を共有してくれました。この情報量は過去の ARG で発見されるテキストに匹敵するでしょう。前提として ARG は伏線や示唆を作りますが、それらの回収はしません。ARG は本編を理解するために必須の要素ではなく、物語をより深く楽しみたいファンに向けた補助的な体験だと言えます。この立ち位置が崩れてしまうと ARG を追わなければ物語が理解できないという状態になってしまいます。その点を踏まえると、現在のポピープレイタイムは新たな伏線を増やす段階ではなく、これまでに貼られてきた伏線を回収していく段階に入っていると考えられます。今回モブが選んだアプローチは ARG ではなく SNS や公式アートを通じて、コアなファンとライトユーザーの両方が同時に楽しめる形で情報を共有する方法だった。そう考えると、これまでの流れとも自然につながります。次回はニューイヤーのイラストについての考察動画になります。これは本当に衝撃でした。プロトタイプの本当の正体についてかなり踏み込んだ内容になってますので、チャンネル登録してお待ちください。